始まりました。としと写真。今日は梅田周辺でのスナップ POV 動画です。POV は何度か出していますが、今回は没写真も含めて POV 動画にしてみました。人の没写真ってあまり見る機会ないと思うんですけど、これが結構勉強になると思ってます。没にする基準や考え、あと出てくる写真には全て自己採点もつけてます。その点数で写真の見方も参考になるはずです。それでは行ってみましょう。はい、スタートはここグラングリーン大阪です。以前の動画にでも出てきたこの構図。今日は雨ということで傘を入れたショットになります。ちょうど赤い傘の人が通ってくれたのですかさず撮ってみます。悪くはないですね。ただこの構図は以前モノクロで1回撮っていて、それを超えるような出来ではないかなと。10点満点で7点ぐらいにしておきます。次はここから見下ろす角度。手前の柵を入れて撮ろうと考えています。柵の直線と右側のちょっと見える大屋根の曲線を組み合わせる感じですね。ちょうど人が来ました。はい、こんな感じ。7点かな。手前の柵を入れないと構図としてなんか寂しい感じになるので、無理して柵を入れて人を目立たせるようにしたのですが、ちょっと構図を作りすぎている印象。そしてその割にはそこまで効果的ではない気がします。次はエスカレーターと螺旋階段のエリアに来ました。この辺もなんか撮れそうなんですが、いまいち攻略できていません。これは6点。人のシルエットは綺麗です。ただ全体の構図が3万。ラインを効果的に使えていないです。下に降りてきました。芝生のエリアに近づいてみます。この辺は普段人が多い場所なので、いつもなら避けるところですが、今日は雨で人も少なめです。噴水と傘、そして背景の流線形の建造物で何か撮れないかなと。噴水がもう少し低くて、この通行人を囲んでる感じがもっと出ていると良かったです。通行人も一人が理想ですね。あと背景がごちゃっとしていて、被写体との分離が甘いです。だいぶ甘いです。僕はこういうのを結構気にします。あとこれピントを外してしまいました。手前にピンが持っていかれたパターンですかね。いろいろマイナスがあるので6点です。ピントが合っていても限界がある写真かなと思います。芝生の周りをぐるっと一周してきたところ、大屋根の一部が見えてます。この大屋根のラインを生かして構図が作れそうと気づきました。ちょうどカメラに見えている構図です。一応横も試してみます。横じゃないですね。ここは縦構図で撮りましょう。構図が決まったのでマニュアルフォーカスにして置きピンすることにしました。手前の構造物にピンを持っていかれる可能性もなくはないです。現に一つ前の写真ではそれで失敗してますからね。中望遠で前景があって遠くに被写体という場合は置きピンを使うことがよくあります。あとは人を待つだけ、タイミングに集中します。OK でしょう。見てる人もきっと頭の中でシャッターを押してたと思います。綺麗にタイミングが合うと気持ちいいですね。上半分を覆う大屋根と斜めのライン、そして下は柱の縦のライン。複数のラインをうまく使えた写真がやっと撮れました。前半でダメ出ししていた写真、ラインが効果的じゃないとか言ってたやつと比べると、こっちの良さが分かってもらえるかと思います。せっかくなのでもう少し粘ってみます。
今度は少しだけ角度を変えます。今半歩左に寄りました。わかりますかね。これで手前の建造物のカーブが入ってきて、より奥行きを感じるようになりました。この構図で撮ってみましょう。はい、どうでしょうか。最初に見せたのが左、角度を少し調整したのが右となっています。大きな差はこの辺ですね。このカーブが入ることで写真が良くなっていることは確かなんですが、同時にちょっとだけ背景がごちゃついています。これはほんと微妙。何度か見返して考えましたが、やはり右が後から撮った方がいいかなと思いました。点数をつけるなら右が8点、左が 7.5 点です。背景がもっとシンプルであれば 8.5 点ぐらいはいったと思います。惜しいけどしょうがないですね。一応満足したので次に行きましょう。ちょっと歩いて見つけたこのベンチ、雨粒がたくさんついていて綺麗だったので撮ってみました。これは完全にテクスチャーを見せる写真になりました。よくよく見ると粒一つ一つが面白い形。こういう気づきも写真の楽しみです。点数は7点くらいかな。大屋根の周辺を撮り続けます。これは6点。こういうシルエットショットは人全体をしっかりシルエットにしたいです。この写真は人物の足の部分が切れているのがマイナス。構図も平凡です。最後は梅田駅の歩道橋まで移動してきました。ビルと人という構図。ビルの並びで奥行きを作れるので気に入っている場所です。これは7点くらいかな。最後は思い切りトリミング。通行に大きく入れた構図にしてみました。ブレが特徴です。ブレでちょっと逃げてると言われなくもないんですが、意味なくバッチし顔を映してしまうとこのご時世いろいろ問題がありますからね。これは表現の一つとしてありかなと思っています。8.5 点です。普段撮らないテイストの写真のせいかちょっと甘めの採点です。でも今回撮った写真の中では最も物語性がある写真です。構図もまとまっていると思います。ということで今回はグラングリーン大阪と梅田駅前のストリートフォトでした。皆さんも撮った写真を自分で採点してみてください。無意識にやっている人も多いと思います。でもこうやって意識的にある程度言語化して採点すると写真を見る目が鍛えられます。好き嫌いで分けるよりも細かく点数にした方が見る目の解像度が上がります。見る目が鍛えられると撮る写真も変わります。逆に見る目が変わらないと撮る写真もなかなか上達しません。自分の写真にダメ出しするって辛いことですが、ちょっと気持ちにゆとりがあるときに頑張ってやってみてください。それではまた。